おはようございます。今週も人間をやります。昨日結構涼しかったんで冷房なしで過ごしてたんですけど、今日ちょっと湿度が高い気がするんで冷房つけちゃいましたね。これどこなんやろ。やっぱアメリカかな。おー、いいですね。はい、こちらバンズのスウェードローファー買いました。色もオールブラックでローファーとスニーカーが合体したようなモデルですね。やけどオールブラックなんでパッと見普通のローファーにしか見えないですね。ちなみにこれスケートモデルなんでこれでスケボーできるんですけど、僕はやらないです。これは普段履きにします。でちょっと履いてみます。サイズはね 26.5 センチですね。ちょいきついかなぐらい、やっぱ僕バンズはね 26.5 センチが一番ちょうどいいわ。でこれねインソールも結構いいやつ使われてますよ。こんな感じでこれ今月発売したんですけど、かなり人気みたいでほとんど売り切れになってるんですよ。メルカリでも結構高く転売されてるんですよね。ただ僕来月ねスケボーのデッキ変えようと思ってて、いろんなスケートショップ見てたんですよ。そしたらたまたまこれ売ってる店見つけて、しかもねサイズが 26.5 センチだけ売ってたんですよ。多分 Google で商品名検索した時に多分スケートショップって上位に表示されないんで、やから在庫残ってたんじゃないかなと思います。他のスケートショップも在庫ちょいちょい残ってるの見たんで、やっぱこのローファーとかスリッポンって靴紐なしで履けるのがめっちゃ楽。脱ぐのも楽やし。ちなみにバンズの箱は捨てずに収納ボックスとして使ってます。昼ご飯です。ナップサックの紐が長すぎるんでちょっと短くしたいと思います。結び目の位置を変えるだけで短くできるよな。ここで結んでたのをここで結び直しました。10センチぐらい短くしよう。10センチどころか15センチぐらいになっちゃったかも。こんな感じでかなり短くしたんで紐めっちゃ余りました。ちょっと位置高すぎるかな。でもある程度高い位置の方が背負いやすいんですよね。ここでいいか。中に物を入れて背負ってみたんですけど、このぐらいの位置で全然良さそうです。紐切ろう。で僕ライターがないんでガスコンロの火で先端焼きたいと思います。いけるわ。今日は服とか食器とかいろいろ買おうかなと思ってるんで梅田に行きたいと思います。ほんでね、先週服僕1着買いました。青のストライプのシャツですね。これはね普段着にするっていうよりは、スケボーしに行く時に着ようかなって思ってます。普段着としても全然使えるけど、スケボーやる時はね僕 T シャツ短パンでやると思うんですけど、朝とか夕方結構涼しくなってきてるじゃないですか。で多分 T シャツやと寒いんで、やから行き帰りにこれ羽織ろうかなと思ってます。ちなみにこれフリークスストアで買ったんですけど4500円ぐらいでした。質はねやっぱユニクロの方がいいですね。でもユニクロも結構値段高くなってるから、もうシャツとかでも3990円とかするでしょ。だから値段はユニクロとあんま変わんないんですけど、質は多分ユニクロの方がいいとは思います。そんな大差ないか。オーバーサイズのシルエットでね、結構いい感じかなって思います。今外出てみた感じ、今日はそんな涼しくないんですよね。今日朝外出た時は T シャツ短パンやと寒いぐらいやったんで、朝とか夕方はもう着れるかなと思います。もう10月はこれ着まくります。全体としてはこんな感じです。靴は早速バンズのローファー履いてます。てか靴以外はスケボーしに行く時の格好ですね。思ったよりは暑くないんですけど、長袖のシャツ着るとちょっと暑いかな。てか実は今ね微妙に雨降ってるんですよね。やめてくれやダリー。結構雨強くなってきた。ここグランフロントの駐輪場なんですけど2時間まで無料です。グランフロントの北館と南館どっちにも駐輪場あるみたいです。僕は南館の方に止めましたね。この食器いいなと思ったんですけど、汁物が入る深いやつないんですよね。1個だけ違う種類のやつ使うの嫌なんでこれにします。ルカリオ、なんかポケモンがいっぱいおる。なんかイベントでもやってんのかな。メリープ、アリゲイツ、またルカリオや。グラングリーンにこんなとこできてるの知らんかった。景色もいいですね。
今日祝日っていうのもあってグラングリーンの芝生すごい人です。スケボー用のバンズ買いました。はい、帰ってきました。ほんで無印で食器3つ買ってきました。今回ね、食器買い替えようと思った理由は洗い物を楽にするためですね。いや僕ね、ほんま洗い物するのがめっちゃ億劫で、よく次の日に持ち越しちゃうんですよね。でなんでそんなことになるかっていうと、僕今使ってる食器がほとんどプラスチックなんですよ。でプラスチックの食器ってね、油汚れが全然落ちないんですよね。僕2回洗う時もあって、それでも全然落ちんくて、もうずっとギトギトみたいな。やけどガラスの皿が1枚あって、もうそれはスポンジでちょっとこするだけでめっちゃ綺麗になるんで、洗うのめっちゃ楽なんですよ。やから今回油汚れすぐ落とせるようなやつにしました。カレーの油とかも全然落ちひんし、豚汁とか作った時もそうやな。ペペロンチーノとかも油使うじゃないですか。もう油使うことってめっちゃ多いから、もうその度に洗い物がね、ほんまに大変やったんですよね。で落とした時に割れへんやつがいいなと思ってプラスチックの素材のやつ使ってたんですよ。やねんけど正直ね、食器って1年に1回割るかどうかじゃないですか。でその1年に1回起こるかどうかのためよりも、もうどう考えても毎日の洗い物を楽にした方がメリットでかいんですよね。だって僕ほぼ自炊してるんで、多分1年に500回ぐらい食器洗ってると思うんですよ。しかも食器割れたら気分転換に新しいの買おうかなってなるし、全然こっちの方がいいですね。ちなみに無印のこのシリーズの食器、僕一人暮らし始めて最初に買ったやつです。もう10年以上前の話になるけど、この2つよく使ってたわ。というわけでこのプラスチックの食器は捨てたいと思います。これ今洗ったとこなんですけど、まだめっちゃ油ついてるんですよ。裏っ側もめっちゃ油でギトギトなんですよね。全然取れへん。ちなみにタッパーもガラス素材のやつ使ってるんですけど、めちゃくちゃいいです。プラスチックのやつ使ってる人ほんまね、ガラス素材に変えるのをおすすめします。洗い物の楽さがもう段違いなんで、ちょっと値段は高いんですけど、快適すぎて一回ガラスのやつ使ったらもう戻れないと思います。続いてこちらですね。バンズの靴買いました。まさかの本日2足目でなんでこれ買ったかっていうと、もう僕ね、普段履き用の靴とスケボー用の靴を完全に分けることにしたんですよ。だからこれはね、完全にスケボー仕様のハーフキャブですね。だから普通のハーフキャブとはちょっと違います。僕10代の時に1回ハーフキャブ履いたことありますね。僕が履いた2足目のバンズハーフキャブやったんですよね。で今日開封したローファーと同じくこれもスケボー仕様のやつなんで、こんな感じでインソールは外れます。でこのオーセンティックまだ履いて2週間しか経ってないんですけど、もうこれは履かないと思います。僕バンズはオーセンティックのデザインが一番好きなんですけど、これってスケボー用のやつじゃないんですよ。で僕はデザインが一番好きやからこれを履いてたんですけど、もうそれ以上にね、上手くなりたいんや。もうやからね、もうちゃんとスケボー用の靴でやることにしたんですよ。スケートパーク行くとバンズ履いてる人まあまあいるんですけど、みんなハーフキャブかオールドスクールですね。オーセンティック履いてる人は見たことない。そのぐらいスケボーには適してないっていうことやと思います。で今回ほんまはね、ナイキ SB のシェーンっていうモデルにしたかったんですよ。やねんけどそれも売ってないんですよね。売ってないならしょうがないですよね。ハーフキャブ履くならこんな感じで靴紐の結び目は見えへんようにします。いやめっちゃフィット感いいな。僕デザインはね、ハーフキャブよりオールドスクールの方が好きなんですけど、ハーフキャブの方がスケボーやりやすそうなんですよね。これが僕が持ってる全ての靴になります。この靴はね、捨てようかなと思ったんですけど、ライブの時に履くかも。ローファーでライブ行ったら多分ね、脱げるんですよね。サンダルの季節はもう終わるんで、これからの時期はこの2足をメインに履いていきます。
晩ご飯です。早くも今季3回目の鮭のムニエルです。めっちゃうまそう。手上げレッタッキャース。生きててよかった。うますぎる。僕去年はね、鮭は1食1切れしか食べてなかったんですけど、今年は2切れ食べてます。身がめっちゃふっくらしてるんで、もうちびちび食べるより一口大きめに食べたいんですよ。というかね、1切れやと全然足りひん。米2杯目なんですけど、残りは韓国海苔で食べます。米を韓国海苔でくるんで食べるのがめっちゃうまいんですよね。おはようございます。3日連続で冷房なしで寝れました。今から紫パークにスケボーしに行きたいと思います。今日はちょっと暑いんでずっと T シャツでおった方がいいですね。今日はいつもよりちょっとだけ早く家を出ました。できればね、5分前ぐらいには着きたいんですよね。今日の練習終わりです。ミスド食べてから帰ります。マジかよ、改修工事で閉まってるって。帰り道にミスドあるんでそこ行きます。晩ご飯です。カレーにオイルサーディン入れるとめちゃくちゃうまくなるんですよね。うますぎ。多分オイルサーディンの旨味がカレーに入るからやろな。鶏肉やったらこんなにうまくならないんですよ。でカレー食べたら食器の油汚れ落とすのめっちゃ大変やったんですけど、この食器やったらめっちゃ楽やと思います。しかもプラスチックの食器やと着色してめっちゃ黄色くなるんですよね。しかもその着色もかなり日数経たないと全然取れないんですよ。おはようございます。今日も冷房つけずに寝てたんですけど、寝てる間一回も布団かぶってなかったです。布団床に落ちてたもん。足がめちゃくちゃ疲れてるわ。筋肉痛っていうほどではないねんな。昼ご飯です。いつものことなんですけど、スケボーを長時間やった次の日めっちゃ眠たいです。あとは鼻水が出まくることも多い。今日もね、鼻水めっちゃ出るんですよ。もう多分疲れすぎて自律神経が乱れたりとか免疫力が低下してるんやと思います。前から昼ご飯食べたら昼寝します。30分ぐらいしか寝れんかった。体が疲れすぎて全然動けないです。実はね、僕今日6時ぐらいに1回目覚めて、で2度にしようと思ったんですけど、あんまり寝れなかったんですよね。睡眠の質悪かったからあんまり体力回復できなかったんですよ。今日やること決めてたんですけど全くできなかったですね。今日まだ昼ご飯食べただけやもん。寝たいのに寝れへん。マッサージ行きて、足がバキバキすぎる。あまりにも足の筋肉がガチガチすぎてこわばってる感じが半端ないんで、今から足のマッサージに行きたいと思います。
ほんまにね、足の緊張状態を緩めないと寝れる気がしないです。でしっかり入浴して、その後ストレッチもしたいと思います。晩ご飯は鮭のムニエルとしめじと玉ねぎの味噌汁と冷ややっこです。リンパマッサージやってもらって足がめっちゃ軽くなりました。てか T シャツ短パンで自転車こいだらちょっと寒かったですね。自転車やと風切るから寒いんやな。味噌汁あったけー。おはようございます。めっちゃ寝た。明日って行けますか？はい、この前型取りして今仮の詰め物入れてるんですよ。でその仮の詰め物がちょっと剥がれてきちゃってるんで、明日歯医者行って付け直してもらいます。今日はスケボーのデッキテープを交換しようと思ってるんで、デッキテープをカスタムしたいと思います。で今回買ったのがポケモンのデッキテープですね。でこれはね、めちゃくちゃ有名なブランドから出てるやつなんですよ。だからちゃんとしたやつです。でこれをそのまま貼ってしまうとさすがにちょっと可愛すぎるんで、このテープの一部を使いたいと思います。ピカチュウ、不思議種、人影、ゼニガメですね。で横一列にピカチュウ、不思議種、人影、ゼニガメって並んでたらこんな感じで切り取ろうと思ってたんですよ。やけど配置がバラバラなんで、今回はピカチュウのワンポイントでいこうと思います。で余った分は今後使えるんでね。めっちゃいいタイミングでデッキ届きました。ただー、はい、こちらファッキンオーサムっていうブランドのデッキ買ってみました。ここの色緑なんや。写真では黄色やったんですよ。色は何種類かあるっぽいんですけど、色自分で選ばれへんねやな。ステッカーもねついてました。とりあえずこれ開封します。こっち緑なんやったら不思議種にしよっかな。今回はねこのグラフィックがついてるデッキにしました。今から紫パーク行ってデッキテープ貼ってもらってからスクール行きます。でさっきね結構雨降ってたんですよね。今は多分止んでるんですけど、今日一日中ちょいちょい雨降るかもしれないです。天気予報は曇りなんですけどね、天気悪いんですけど小雨降ってるぐらいなんでまだいけます。雨っていうのもあって湿度高すぎる。めっちゃ蒸し暑い。到着。デッキテープ貼ってもらってきます。デッキテープ貼ってもらったんで移動します。着いたんですけど結構雨降ってるんで練習できるか微妙ですね。今日は今週一番暑いと思うんですけど、それでも結構涼しいですね。紫パーク行く前に昼ご飯食べます。もう夕方なんですけどね。紫パーク行った後に整骨院行ってました。で今からスクールでイベントあるんでそれに参加します。スクールに通ってる他の人に会うん今日が初めてですね。おはようございます。帰ってきたのがね結局2時半ぐらいでしたね。めっちゃ遊んでた。で今から歯医者行きます。で昨日からポケモンの色違いのコライドンとミライドンの配布が始まったんですよ。やからそれも受け取りたいと思います。であと実はね僕メガネ買ったんですよ。やからそのレンズの交換もしに行きたいと思います。レンズの交換が終わるのは多分1週間後かな。でもちょっと時間的に自転車で行くのは無理なんで電車で行きます。足元にお気をつけください。歯医者終わりました。ばっか眠たいです。メガネのレンズ交換出してきたんですけど、店員の対応めちゃくちゃ良かったです。
ほんで僕メガネって毎日使うもんなんで一番いいレンズにしようと思ったんですよ。で視力測定したら4年前と全く変わってなくて、今かけてるメガネのレンズと全く同じ度数のレンズになったんですね。で僕視力そんな悪くないんですよ。だから高いレンズを選んでも安いレンズと見え方がほぼ変わらないらしいんですね。だからまあ結局一番安いレンズになって3850円でした。今半額キャンペーン中らしくて、ほんまやったら7700円なんですよ。気候がだいぶ良くなってきましたね。めちゃくちゃ気持ちいい。晩ご飯です。今日一日中めっちゃ眠たかった。はい、もうあとは風呂入って寝るだけなんでそろそろ終わりたいと思います。今週冷房つけて寝たん1回だけでしたね。でももうちょい涼しくなってほしいですね。こっからもう湿度上がらんかったら2ヶ月半ぐらいずっと最高の気候ですね。てか僕1週間の予定ってある程度決めてるんですけど、今週の火曜日にやったこととかもう10日ぐらい前のことのように感じるんですよね。でもまだ4日しか経ってないもんな。それだけね結構充実した日を送れてるんじゃないのかなと思います。そんな感じですかね。そういう感じでこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。今週も人間お疲れ様でした。ありがとうございました。